皆さんこんにちは、ゆかです。今日は青森県の旅をご紹介します。東京から青森までは新幹線で約3時間の距離です。今回の旅でやりたいことはこちら。美術館で奈良さんの作品を見る、縄文遺跡へ行く、弘前城の桜を鑑賞する、アップルパイの食べ比べをする、白神山地を散策する、海の幸と山の幸を堪能する。まずは新青森駅からバスで美術館へ向かいます。はい、ありがとうございました。だけどさ、思ったよりも空いてそうな。予想よりずいぶん人が少なくて、ゆったりと作品を鑑賞することができました。お目当ての奈良さんの作品もたくさん見ることができました。さて、続いて道路を挟んで隣の敷地にある三内丸山遺跡を見に行きましょう。へー、わ、すごいね。こんな立派な建物がエントランスにあるのね。おお、なんか歴史の教科書で見たわっていう。三内丸山遺跡は日本最大級の縄文遺跡です。ここで太古から人々の営みが続いているのですね。復元された家屋に入ってみました。もっと明るさが必要ですって出てます。そうだよね。もっと明るさが必要でって出てます。この辺りは豪雪地帯なので、外気を遮断するよう隙間なく壁が作られていて、昼間でもずいぶん暗いですね。この頃の人々は何に喜び、何に憂いたのか。人間の本質的な部分は今も昔も変わらないのかもしれません。そろそろ電車の時間が迫っているので駅へ戻ります。小腹が空いたのでコーヒーとアップルパイを買いました。こちらカードに変えと3連覇。3連覇した。あ、そうなんだ。ありがとうございます。電車に揺られること約30分。弘前市に到着しました。つがにゃんとあきおだって。かわいい。弘前はリンゴの生産量日本一の町で、あちこちにリンゴのモチーフが見られます。地元のお寿司屋さんで美味しい寿司を堪能した後、弘前城公園の夜桜を見に行きました。アニメなめすぎ。あれがさ、こうギーって言ってさ、勝手に開く一人でにな。ベベン。誰やったっけ？あ、わー見て。わあ、すごっ。かっこいい。わあ、ちょっと待って、これここから撮った方が綺麗じゃない？わ、見てこっちもすごい。わあ、でかっこ、であそこに天守があるのね。わあ、かっこいい。あれが天守。そうそう、なんか石垣の上に立ってるイメージだけどね、天守って。あそこのはそうではない。この辺りの桜の見頃は例年4月下旬から5月上旬頃まで。私たちが行った5月上旬はしだれ桜が見頃を迎えていて、あでやかな姿を見せてくれました。2日目の朝、天気がいいので街を散歩しましょう。最初に向かったのは禅寺が集まるエリアです。からね、
うわー、でもこれさ、雪の時期とかもすごいあかんやろね。ああ、降るやつね、とそうそうそう。そんなこと言ってる場合じゃないぐらい降るけど、こんなに出ないのだって最初のもんだってそう、うわー、もうあんな遠くになった。そう、私たちあそこからずーっと歩いてきて、長勝寺重要文化財、俳句ポスト、俳句川柳、ここにご投函ください。向こうの方に岩木山も見えます。こうして見るとやはり大きいですね。大きいね。あの山の周辺とその奥が白神山地。あれがあんなに奥なんですよ、白神山地。うん。昼ごろこちらのカフェでアップルパイを食べようと思ったのですが、残念なことに店内の予約はもう締め切られていました。さすが人気のカフェですね。アップルパイのテイクアウトは可能だったので3種類買って食べ比べてみました。ザクザク系かも。食べていい？先。昨日駅で食べたものを合わせると今のところアップルパイを4種類食べたことになります。もう少し付近を散策しましょう。銀行や図書館などレトロな建物がたくさんあります。こちらは図書館として使用されていた建物です。淡い緑と赤の色使いが素敵ですね。この後、弘前の伝統的なねぷた祭りと津軽三味線が楽しめる施設へ行くのですが、その前に、はい、またアップルパイです。弘前へ来て、青森に来て5つ目のアップルパイ。弘前では4つ目。やっぱピリゴンね、パイナップルさすがサクサク。おいしい。で、中のリンゴが結構あっさりめ。そんなに砂糖入れてない感じ。甘さ控えめな感じ。カスタードが入ってないからすごいさっぱりしててさ、軽いよね。リンゴパイなのに。これがやっぱ弘前ではスタンダードなのね。カスタード入れない。カスタード入れるものは我は別物だと。弘前のねぷたで金魚の横にいる金魚のどれ？これも金魚じゃないの？右だよ。これの緑のでしょ？絶対金魚じゃないでしょ。なんだろう。ヘビでしょ。本当だね、ヘビだね。ヘビだ。さて、チケットを購入して中へ入りましょう。津軽藩ねぷた村。写真や動画で見るよりも実物はずっと大きくて迫力があります。津軽三味線の演奏も聞けて、青森のお祭りに来た気分。三味線の演奏は著作権の都合上録音してはいけないと言われたので、興味がある方は他のサイトで演奏を聞いてみてください。同じ建物の中では伝統工芸津軽塗の実演も見ることができます。美しいですね。飛んできた、いっぱい。今日の夕食はこちらのフレンチレストランでいただきます。弘前は人口に対するフレンチレストランの割合が日本で最も高いそうです。リンゴのポタージュや
地元の野菜と肉を使った料理など、どれも美味しかったです。おはようございます。さて今日は白神山地へ行ってこようと思います。車の運転が得意ならレンタカーで行くのが一番効率がいいのですが、あいにく私たちはもう何年も運転をしていないのでバスに乗って移動します。とても静かです。おー、岩木さんかっこいいね。やっぱ大きいよね。晴れた。いやー、うちらほんと天気運いいからね。違う、おごるな。おごり高ぶることなかれ。おごることなかれ、ありがとうございます。本当に天気の神様に感謝します。マジで感謝します。白神山地ビジターセンターに到着。まだ雪が残っていて、白神山地の奥の方までは行けないようです。受付の方に徒歩で散歩できるところを教えてもらったので行ってみましょう。その前に道の駅で腹ごしらえ。結構魅力。ここ食べてみようか。美味しそうだね。うん。白神ジビエ熊鍋もおすすめしております。なかなかないですね。ありがとうございます。入れる。山菜そばと熊鍋を注文しました。気持ちのいい春の風が吹く中、岩木山を眺めながら地元のそばを食べる最高の気分です。美味しい。熊鍋って初めて食べる。お肉自体はね、熊カレーとかで食べたことある。デザートにソフトクリームも食べました。ほらここでさ、一滴一滴。すごい初めて見た。ねえ。コーヒーをテイクアウトして散歩に出かけましょう。わあ、素敵。フキノトウだと思う。この葉っぱを取っていったら中によく見るやつかと思うけど、合ってるかな。あ、つくしもあるじゃん。わ、すごーい。久しぶりに見たつくし。つくしだ。ねえ、つくしだよ。春だね。わー、こんな道路のそばにつくしやふきがたくさん生えているなんて、都会育ちの私にとってはとても新鮮な光景です。興奮して写真をたくさん撮っていたら、地元のおじいさんが珍しそうに私たちを見ていました。受付の方に教えてもらった滝に到着しました。岩清水が流れ落ちて滝になり降り注いでいます。なんだかとっても気がいい場所で、心が洗われるような気持ちがしました。
さあ、どんどん歩きましょう。のどかだね。鷹の巣。岩場の穴に鷹が巣を作っているそうです。家々の庭に植えられた桜が日の光を受けて輝いています。鳥居の脇には馬の石像、猫もいます。階段を降りて川辺を少し行くと、岩場に祠がありました。日本でよく見られる神社や寺などは基本的に木造です。でも今回青森で訪れた2カ所はどちらも洞窟のような場所でした。世界有数の豪雪地帯であるこの地では、頑丈な石に囲まれたこのような場所が神を祀るのにふさわしいのかもしれません。風土から生まれた伝統文化を知ることも旅の醍醐味ですね。吊り橋の向こう側はいつも錆よけのため閉められてはい、おはようございます。今日は今から和菓子屋さんへ行きます。以前ね、インターネットで見かけた大阪屋という和菓子屋さんの竹流しというお菓子が有名だそうで、ちょっとそれが買えたらいいなと思って向かってます。開いてるみたい。入ってみましょう。こちらの立派な看板のお店です。竹流しってお菓子があります。一個ずつ品切れだったんですけども、そうなんですか。昨日作ることができたので、少しあるので。昨日の人みんな帰ったんです。買えなくて。昨日1日売り切れだったんですか。一日ってことないんですけど、そうですね。でもそうですか。かなりの赤いやつ。朝にもはい。高いがありました。はい。1万円預かりお願いししまます。7600円。はい、ありがとうございます。それではこれから新幹線に乗って東京へ戻ろうと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。